最後にお知らせがあるよ。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。よすけはこれを全力ミニレイクと名付けたよ。前回の動画、ダウンフォースを確認するために風洞を自作。流線の確認に線香を使おうと思ったのですが、おう、やべえ。火災の懸念があるため中止することに。結局、お高いスモークマシンを買うことになりました。ということで、また物待ちとなってしまったので、視聴者の疑問に回答するコーナーから始めます。まずはこれ。マシンはどうやって固定するのだ？安心してください。我が輩の全力ミニレイクは空気抵抗が小さいので、固定なんかしなくても、良いはずがありませんね。なのでこれを使います。タイヤの直径と同じ 13mm のベアリングと、ネオジム磁石。はい、つまりそういうことです。全力ミニレイクはタイヤで駆動しないので、自作した 13mm のプラリングを使用しています。それを鉄オンリーのベアリングに換装して、風洞の下にネオジム磁石を近づければ、強力に密着できます。4輪ともネオジム磁石で固定すれば、不動明王のごとく微動だにしなくなりました。お次の質問は、なんで部屋を暗くしないのだ？アクリルに反射して見にくいでござる。ごめんなさい。でも安心してください。策は考えてあります。とりあえず沖縄にあるのに東京の美容外科を予約して、いません。これを使います。多分めっちゃ明るい LED テープライト。部屋を真っ暗にすると何も撮影できないので、別の照明を作ります。ちなみに照明係といえば、ハイジャですが、眩しすぎるので今回は出番がありません。ということで棒ためになるおじさんも大好きな、低発泡 PE シートを用意して、今じゃ！悔い改めよという感じで箱を作って接着します。接着が乾いたら、内側となる部分に、両面テープを貼って、LED テープを貼り付けます。完成したものがこちら。真ん中に開いている穴については、ご想像にお任せします。照射。これは眩しい。まるでチェレンコフ光のようだ。ということで、風洞専用の照明が完成しました。ということをやっていたらスモークマシンが届きました。黒くて、硬くて、スベスベしています。バッテリーは 18,650 で、USB Type-C による充電式。60ml のフォグリクードが同梱されてました。成分は植物性グリセリンプロピレングリコール。どちらも食用に使われている成分なので、人体への影響はなさそうです。日本語の説明書も付属されていたので親切です。早速使用してみます。液体はこの金属の部品に注入するみたい。ボトルが硬くて苦労しましたがなんとか注入。金属の部品を本体にネジで取り付け、電池を入れれば準備完了です。早速試運転。出ねえの？出てきた。煙が出始めるまで若干のラグがありました。5秒ほどすると煙が出始めるようです。なんかすごい甘い匂いがする。匂いは若干甘い匂い。車がオーバーヒートしてクーラントが蒸発した時の、匂いをすごく薄くしたような感じです。めっちゃ煙出る。少し時間が経つと煙がたくさん出るようになりました。煙の量と風量を調節できるみたいなので比較してみます。ちなみにリモコン部が取り外し可能です。まずは煙の量、風量ともに最小から。
先ほどに比べると随分薄い煙。風洞の有速だと薄すぎて見えなさそうです。と思っていたらたくさん出てきました。最小でも静止した空間なら十分な煙の量がありそうです。次は煙の量、風量ともに最大で。一度温まると煙の出が早いみたい。さらに最大は大迫半端ない煙が出ます。が核に収まっていませんが、30秒ほど運転するとお部屋がひどい状態に、できるだけ短時間の運転に抑えた方が良さそうです。スモークマシンに付属していたノズルだと、煙を分流できないので、ノズルを作ることにしました。煙を4つに分流するノズルです。ノズル先端の内径は 1.73mm、肉厚は 0.5mm です。これを風洞に取り付けるとこんな感じ。わかりにくいですが、これがノズルの先端です。断面にしてみます。さらに横から見て、ノズルの先端が整流格子から 10mm ほど出るようにしています。綺麗な流線を作るためのノズルの先端位置は悩みどころだったので、とりあえず3種類作ってみることにしました。上からショート、ミドル、ロングです。ショートはノズル先端が整流格子の中にあり、ロングはマシンに近いところまで伸ばしています。ロングは余水への 3D プリンターで製作できる。ほぼ最大の長さの 150mm になっています。3D プリンターで召喚。レジンはいつもの RESIONE 系を使用しました。IPA で洗浄したものがこちら。光造形の 3D プリンターだと直角のユーロがうまく印刷できないので分割式になってます。接合部は接着で接着。接着が乾けばノズルの完成です。とりあえず静止した空間で味見してみましょう。煙の量は最大、風量は最小にしています。4本のノズルから同じぐらいの煙が出ています。断面積が均等に減少する設計がうまくいきました。ノズル先端の近傍では煙が細くなっていて、距離が離れると煙が太くなってしまうのは、静止した空間に噴射しているので、周りの空気を巻き込んでしまっているからだと思います。風洞の中では煙と空気の相対速度が小さくなるので、巻き込みも少なくなる、つまり綺麗な流線になるはず。ということで、いざ風洞実験してみます。まずは照明を点灯。いい感じです。これなら見にくくないはず。まずはノズルの長さショートから。煙の量は最大、流量は最小です。煙は良い感じに見えてますが、整流格子を出た直後から煙が広がって、太い帯のようになってしまいました。これでは流線の確認はできなさそうです。次はノズルの長さミドルです。ノズル先端近傍では煙が細いですが、すぐに煙が太くなっています。ただ、先ほど静止した空間で味見した時とは、煙の広がり方が異なっています。もしかしたら煙の流速が低すぎるのかも。と思ったので煙の流量を最大にしてみました。お、さっきよりも煙の細い期間が長くなったような気がするぞ。つまり、煙の速度が足りてないのか？が、上から3番目のノズルの挙動がおかしい。よく見たら、一番下のノズルからは煙が出たり、出なかったりしているぞ。どうやらノズルが液体で詰まってしまっているようだ。煙の流速を上げるためにはノズルを細くする必要がありそうだと思っていたところなのに、ノズル詰まりの問題が発生するとは。ロングはさらにノズルが詰まってしまいそうですが、念のため確認しておきます。やはりノズル先端近傍の煙は細いですが、すぐに太くなってしまうようです。なぜだ？自作の風洞は前途が多難なようです。
ちなみにヨスケが目指しているのはこんな感じです。ノズルがふにゃちんになる問題は、煙の温度が意外と高くて、レジンの耐熱温度を超えてしまったからのようです。なのでノズルは細い金属チューブに変更しようかと思っています。同時にノズルの内径も小さくして、煙の流速を上げる、かつノズル出口での断面積変化も小さくしようと思っているのですが、そうするとさらにノズルが詰まりそうなので、フォグリクードも凝縮しにくいものに変更した方が良いような気がします。あと、整流格子がちゃんと機能しているかも気になるところ。一応格子の寸法は JIS にのっとっていますが、隔壁の厚さは 3D プリントの最小値 0.8mm。結構厚くなってます。この断面積変化も無視できないような気がしてきました。薄く作るなら金属にするのが良いのですが、精度の良いものを作ろうとすると、お金、もしくは手間がすごくかかりそう。ということで、次回はこれらの問題を解決していきたいと思っているので、高評価とチャンネル登録をして待ってもらえると嬉しいです。お知らせ。重要なお知らせがあります。2025年も、ニコニコ超会議に出展することになりました。4月26日と27日の2日間出展します。今回は今作っている風洞を展示しようと思っていて、視聴者のミニ四駆の空力を計測しちゃうという試み。一応計測項目として、空気抵抗とダウンフォース、あたりを考えています。当日ご都合がつけば ZEHI ご来場ください。で、ここからはお願いとなるのですが、N 資金がだいぶ減ってきたので、YO チューブのメンバーシップ、もしくは、ニコニコのサポーターになって支援してくれると、目から塩水が出そうです。ダッシュオウム、何でもするのでお願いします。ではでは。